ついにゼルダの伝説がゲームキューブに登場。発売が待ち遠しいシリーズ最新作です。任天堂で、ゲームプロデューサーをしてます、宮本茂と言います。20数年間ゲームデザインをしてきてまして、おそらく業界で一番最古参だと思います。ドンキーコングとか、マリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ、それから今回の、ゼルダの伝説のシリーズなどを作ってきてます。もうこれは15、16年前に1作目を作ったんですけども、ファンタジーの世界ですね。で、10歳そこそこのちっちゃな男の子が宿敵ガノンを倒すという、冒険のストーリーですね。でその中でプレイヤー自身がね、僕は遊ぶ人自身がその中で、自分の頭を使い、それからコントローラーで体を使い、本当に冒険をしていったような気になるっていうことを、実現したくて作ってきたシリーズなんですね。今度はね、大海原なんですよ。でものすごい広い海を、ちょっと不思議な竜の顔をした船に乗ってね、それで走りますね。今度タッパーンタッパーンとで風を受けて、結構ヨットのように、風上に向かう場合は帆斜めに張れみたいなことをやりながらですね、どんどんこう、大海原を航海していきます。でこれがまたね、壮快な、世界観ですね。去年の夏にね、発表した時には世界中でこう賛否両論いろんな意見が飛び出したんですけども、っていうのは今のこの絵で見てもらうようなアニメーションのような顔のリングですね。前回の時のオカリナっていう64のゲームではものすごく美男子のですね、クールな、リングだったもんで、かなり去年はいろんな意見が飛び出したんですけど、今年に入って実際ゲームが触れるような、プレゼンテーションをしてからはですね、特に、反対意見の方、ヨーロッパとかですねのあたりでも非常に好評に受け入れられてまして、やっぱり触っていて嬉しい絵ということで、アニメーションのような絵なんですけど、自分が触れるということでものすごく不思議なものとしてみんなが楽しんでくれてるように思います。これはね、時のオカリナの時もそうだったんですけど、僕らは触れる映像っていうのをテーマにしてきてます。今度はね、アニメーションなんですね。全部出てくる映画でね、普段見てるだけのアニメーションが自分で触れちゃう、とてもね不思議な感じします。で僕自身もデザインはしたんですけど、実際作れるまでは見てないですから、で出来上がったものを触ってみるとね、結構嬉しいんですよ。おおってアニメーションが触れてるって。とにかくね、触ってるだけで楽しいですから、これは僕のテーマなんですね。ゲームってやっぱり攻略することが楽しいとは思うんですけど、やっぱり触ってるだけで楽しいとすごく大事なテーマで、マリオなんかでもやっぱり触ってるだけで楽しい。でゼルダはね、触ってるだけで楽しいし、ものすごく冒険をしてる気分になれます。これはね保証します。ゼルダの操作ね、すごい簡単なんですね。ほんで簡単なことをやってるのに結構複雑なことができるように、いろんなシステムがサポートしてくれるようになってます。オートジャンプシステムとかですね、だからボタンを押すと勝手に敵の方を向いてくれる、注目システムとかですね、やっぱりゲーム業界では本当にお手軽アクションゲームの基本ネタはほとんど我々がゼルダで提供してるっていうもんですから、ぜひともね、本当普段ゲームね遊ばない人に僕試してほしいと思います。一度試してもらうとね、また10年ぐらいゲームにはまっちゃいますよ。任天堂のゲームは全部アドバンスをつないだら何かプラスアルファのおまけがつけられないかって考えています。でゼルダの場合も、横で見てるだけじゃなくて、ちょっと横でマップをもらったりヒントを教えたり、ちょこちょこっと横から参加できるんですね。だからコントローラーの2のところにはぜひとも横でつないでですね、お兄ちゃんが遊んでる時に妹が何かアドバイスをしたり、邪魔をしたりっていう楽しみができますから、ぜひともつないで試してみてください。そうですね、5月の E3 で、アメリカで世界中の人にこれ見せて触ってもらったんですね。それでものすごくみんな、期待してます。
でこれを12月に今我々はどんどんもっと新しいネタはないかって、もっと面白いアイデアはないかって詰め込んでる最中なんですけども、これを日本で、世界に先駆けてクリスマスに発売したいと思います。テレビゲームってね、ビデオゲームって日本で作って世界に発信する数少ないメディアなんですね。だから日本のお客さんは一番に遊べるというメリットがあるんです日本で今年中にゼルダが出ます。海外は来年にしちゃいます。